おだすこちこんぽんポテトショボテトブスゲテイテレとよろしくお願いいたします。今日はですね、ロナウジーニョの固有ブリッツ調べてみたやっていきたいなと思います。ということでロナウジーニョ来てますけども、シーマンからね決めたロナウジーニョですけども、コメントでも結構来てたんですけど、固有のブリッツがあるみたいなね話でちょっと調べてほしいみたいなことがありましたから、まあ調べてみるかというところでですねやってきました。正直ですね、この固有のブリッツ出た固有のやつねみたいな感じでですね思ってまして、言うて固有のモーションあったところで起動とかその辺は変わんないんでしょ。やっぱ今までのコナミさんを見ていくとですね、そんなに変わんないんでしょみたいなね感じがあったんですけど、結論から言っちゃいますと、すごく変わってますすごく固有が入ってます。侮ってました本当にすいません俺ね、でもこういうの面白いよ、本当に面白いんでぜひ見ていってください。これね、一応土曜日に5、6時間配信した後に検証してここやってるんで、ちょっとね頑張ったんでぜひよかったら高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。はい、ということでですね、まずは検証方法から見ていきましょう。検証方法はまずトレーニングモードを使いながら iPad に動きを記憶させた状態でブリッツをどんどん打っていきます。ひたすら打っていくというような検証になっています。そして今回使っていく選手なんですけども、この3人にしておきました。ロナウジーニョ、デルピエロ、そしてゾラですね。この3人にしておきました。この3人ともですね、モメンタムドリブルを持っていて右利きでブリッツを持っているというこのねところですね。この辺りをちゃんとね合わせてきたよというところです。でボルコンは関係あるかどうかは別としてなんですけど、一応ボルコンとかは合わせてます。で決定力90でキック力も90に合わせてます。で違いが出てくるのがカーブ値ですね。ここのカーブ値っていうのが違いが出てくるんですけど、このカーブ値がどれぐらい影響してるんだろうかみたいなところも含めて見ていくとかなり面白かったんで、この3人で見ていきたいなと思います。で今回なんですけども、一応ですね20本 ×3 セットっていうのをそれぞれでやってきましたよって感じですね。でそれぞれ見ていってどう違いが出てくるのか、これを見ていきたいなと思います。飛ばしたい方はですね時間出しておきますから、結果だけ知りたい人はそこまで飛ばしてみてください。一緒に見たい人はねぜひ見ていってください。まずはゾラからいきましょう。ゾラね、カーブ値が98なんですよね。この辺がどう影響してくるのかなという気もしますがっていうところです。あとは何よりゾラって身長低いんで、やってって使ってる時はですねドリブルのしやすさとか小回りの良さみたいなところが一番ね大きいところなのかなというような印象があります。ただどうですかね、ゾラ今使ってる人たまに見るけど、めちゃめちゃ使ってるかというとそうでもないのかな。こっからは今40本目のとこになっていきますね。なんか使っていた時からですね、思ったより枠外多いなというような印象が強かったですね。ただやっぱりカーブ値が高いからか、すごく巻いてというかね、山なりというかちゃんと回転かけて落としてるような印象がありましたね。で最後60本目のとこになっていきます。ゾラ使ってる人いるかな。使ってる人で決め感いいなとか思ってる人いたりしますかね。ただキーパーが止めるとかはあんまなかったかなと思います。今回は一応トレーニングモードですけど、キーパーは一応クルトワになっているという状態になってますね。はい、ここからはデルピエロを見ていきましょう。デルピエロはカーブ値が92ですね。今回の3人の中で一番低い状態にはなっていました。でやっぱりね、ゾラを見た後だからか結構なんていうんですかね、ちょっとライナー製のブリッツみたいなのが多い気はしますね。やっぱこの辺が違い出てくるのかなというところですね。でコストとかも当たったかな。でも枠外はゾラほど多くなかったんじゃないかなっていう印象があります。結構だからライナー製で速いっていうのかな、イメージとしてはそんな印象がありますねというところですね。
今でもデルピエロはちょいちょい見るかな。結構使いやすいというか、身長とかドリブル系とかもそうなんですけど、使いやすかったりはするんで、そういう感じなのかなと思いますね。で、最後、これは60本目のところになっていきますね。結構ポスト当たってるよね、こう見るとね。あとはこのブリッツの特徴、この蹴り上げるようなフォームになってますけどね。これはブリッツらしいというかね、決まった時気持ちよさは出てくるよね。はい、最後ロナウジーニョですね。ロナウジーニョ今回固有に来てますけども、キックモーションは確実に違いますよね。まずはね、これ軸足を残すような蹴り方というかね、そんな感じになってます。で、今回カーブ値は94ということで、デルピエロよりは高いんですけど、ゾラよりは高くないという状況にはなってます。ただですね、結構山なりのキックな感じがしませんか？ふわーっていうキックっていうのかな、そんな印象がすごく強いんですよね。ここは40本目で、あとはゾラの時はやっぱり山なりはあったけど、枠がやっぱ多いなって印象があったんですけど、ロナウジーニョね、あんま枠外あんまなかった気がするんですよね。なんか明らかに違うなっていうような印象がありますね。はいはいはい。もうだから使用感としてもちょっと違うぞ今回っていうのが思ってましたね。なんか前ね、久保くんとかがキックモーション違いますよみたいな、こういうモーションですよみたいなね、発表もありましたけど、これモーションだけじゃねえ、その時はですね、検証したらモーションが違うけど、軌道自体は変わってないっていう検証結果だったと思うんですけど、今回はこれ軌道も違うなというのがここでもわかるかなというような印象です。はい、というところで見ていただきました。いかがだったでしょうか。まずはもう最後まで見ていただいた方お疲れ様でした。ちょっともうこれだけでもだいぶ違い出てませんでした。はい、かなり感じたんじゃないかなと思いますけども、結果まず見ていきましょうか。結果こうなりました。ドンと。はい、ということで、20本区切りでね、ちょっと置いておきました。上から20本、最初の20本。で、20本から40本、40本から60本みたいな区切りでね、置いておきましたけども、上からロナウジーニョ、デルピエロ、ゾラという風に並んでおります。最初の20本からまずちょっと一つ一つ見ていきましょうか。はい、最初の20本ですね。まず、ロナウジーニョゴール数めちゃめちゃ多かったですね。ほぼほぼ入っていたという状況になります。ちょっとこれは上振れしたかなと、最終的にはね、これ上振れしたのかなっていう記録にはなってますけど、かなり決まっていたというところで、ポストに関してもそんなに多くはなかったし、枠外っていうのもほぼなかったっていう感じになりました。20本中の5%なんで、本当に1本で5%とかいっちゃうんでね、ここは数字が大きくなっちゃうのは当たり前なんですけどね。デルピエロとかに関してで言うと、枠外とかセーブ数みたいなのが出てきていて、でゾラがですね、さっき話したみたいにですね、すごく山なりにはなるんだけども、枠外も多かったなという印象がやっぱ数字としても出ているんじゃないかなというところです。ただここは最初の20本なんで、もしかしたら下振れしてるかもしれないし、こっちもね、さっき言いましたけど上振れしている可能性がすごくあるんで、次の20本もちょっと見ていきましょう。はい、こっちは厳密に21本目から40本目ですねのところになっていきますけども、ゴール数っていうのはね、落ち着いてきたかなという感じです。ただポストの数とかはやっぱデルピよりは少なかったしなっていう感じがありますかね。で、枠外もね多少やっぱりあったんですけど、やっぱゾラードがね変わりなく高いままだなっていう印象がありますね。次です。次41本目から60本目のところになっていきますけども、ここもねゴール数っていうのはやっぱりずっと高いままですね。なんだかんだ10本から15本ぐらいのところをずっと推移していったような印象があります。で、ポストの数に関してもそんなにやっぱ低いままで、デルピエロは逆に高いままで、ゾラに関しては枠外がねやっぱりこの中ではやっぱ一番多くはなっていってるんだよなーっていう、それなりにやっぱ枠外出てるんだよなーっていう感じがありましたね。はい。
これだけ見てもですね、安定して、ゴール決めていたロナウジーニョっていうのも分かるし、枠外もやっぱり少なかったなっていう印象がありますね。ちょっとこれ60本全部まとめておきました。60本の合計がこれですね。はい。こう見ていくとですね、ゴール数に関してはやっぱり10本程度多くなってますよねというところで、ポストに関しても少ないというか、デルピエロが多いっていう印象ですかね。やっぱカーブ値が低い分多くなっちゃってるのかな、そんな感じがあります。で、セーブ数に関してで言うと、一応ロナウジーニョが一応多くはなっているという感じですけど、5% 以内の話なんで、ちょっとなんとも言えないところですね。で、枠外に関してはやっぱりゾラが多い印象がありますので、ここだけ見ても傾向が見えてくるんじゃないかなと思います。一回ロナウジーニョ固有なんで一回置いといてですね、普通のところで言うとですね、ブリッツはカーブ値が高いと枠外シュートっていうのがちょっと多くなる、山なりになる分枠外になるっていうことが多くなるんじゃないかなって印象。ただその分シュートゴールのね、枠内に入るゴール率みたいなのは若干上がってんのかなみたいな感じですね。ちょっとこの辺はたまたまかもしれないですけどね、少なくとも枠外がちょっと多くなっていくんだろうなっていうような印象。逆にはポストにも当たんないっていう感じですね。で、デルピエロに関してはカーブ値が少ないからか枠外は少ないけどもポストが多いみたいなね、結構ライナー製のブリッツみたいな感じになっていくんだろうなっていうのがわかるかなと思います。で、その上でロナウジーニョは固有があるがゆえにですね、ちょっと軌道もこの後見ていきますけど、この両方のいいとこ取りをしてるんじゃないかなっていう印象がここでもわかるんじゃないかなと思います。はい、というところでですね、データで見ていてもすごく違いがわかるんじゃないかなというところです。あとはデータだけで見ていてもね、しょうがない部分というか、これはあくまでトレーニングモードの一つのシチュエーションでしかありませんから、どういう違いがあるのか、ちょっとここをね具体的に見ていきたいなと思います。はい。で、リプレイシーンとかをね含めて、これはフレンドマッチを使いながらですねまたやってきましたけども、リプレイシーンとかを見ながらねやっていきました。ロナウジーニョのブリッツと普通のブリッツの違いですね。ここの違いがですね、もちろんモーションは違うっていうのは一つあるんですけど、それ以外にですね違いが3つ大きく分けてあるということが分かったんで、それを話していきたいなと思います。この3つがですね、シュートスピード、あとはシュートの軌道、そして回転ですね。ボールの回転ですね。この3つが大きく違うということが分かったんで、これを一つ一つ見ていきましょう。まずはシュートスピードのところを見ていきたいんですけども、上からロナウジーニョ、ゾラ、デルピエロという形になっておりますが、こう見ていきますと、はい、分かりますかね。この時点でデルピエロとゾラに関してはもうゴールのとこまで行ってますね。で、ロナウジーニョはまだここにありますから、だいぶ遅れてるかなと。同じようなパワーゲージで同じような位置から蹴ったところを持ってきましたけども、だいたいそんな違いができているかなと思います。細かく言うとですね、デルピエロはおそらく回転で山なりになってない分ちょっとだけ速いのかなっていう感じはわかるかなと思います。なのでシュートスピード自体はロナウジーニョは遅くなってしまうというのは一つ大きな特徴なのかなと思います。そして2つ目、軌道ですね。こう軌道をちょっと見ていきたいんですけども、そもそもカーブ値がですね軌道にどれぐらい影響を与えているのか、そんなところから見ていきたいんですけども、まずはゾラのねシュートにデルピエロを乗せておきました。デルピエロ、赤い方がデルピエロですね。赤い方がデルピエロになっていくんですが、ここのカーブ値がねだいぶ違いますけど、これどう違うかという見ていくとですね、はい、この辺で見ていくと分かるかな。ボール、この赤い方がデルピエロ、こっちがゾラですけども、ボール1個分ぐらいゾラの方が上、山なりになってんの分かりますかね。はい、こんな感じになっていきます。なのでカーブが高いとですね、すごく曲げてというかね、山なりで回転をかけて落とすような印象が強くなるということが分かるかなと思います。で、その上でそのゾラとロナウジーニョを比べておきました。今度ゾラが赤い方ですね。赤い方ゾラね。これ普通の方がロナウジーニョです。見ていくとですね、ロナウジーニョはカーブ値94ですよ。94なんですけど、分かりますかね。このゾラのさらに上からロナウジーニョボールが落ちていってるのが分かるかなと思います。はい。で、これさっきやったみたいにですね、やっぱりシュートスピードが遅くなっちゃってるんで、ちょっとこれ比較すると分かりにくいんで、ゾラの方のシュートをですねちょっとロナウジーニョに合わせて遅くしておきました。そうするとこれ、はい分かりますかね。このボール1個分ぐらいかな、1個分ぐらい上から
落ちていっている。で最終的なゴールの位置に関してはロナウジーニョの方が若干低いか、まあ同じぐらいかぐらいになっているということで、ロナウジーニョの方が大きく山なりで落としているってことがわかるかなと思います。いやここだけでもかなり面白いなと思うんですよね。こうやってね、ここね、はい。まあ、ここだけ見てもさっきのね軌道とかデルピエロとゾラはねこういう風にこうライナー性で上がっているのに対して、ロナウジーニョこうちょっと山なりになってるの分かりますかね。これねもうすでにここだけでもだいぶ違う気はしますけども。でさらに言うとね、一応これはたまたまかもしれませんが、このクルトワの動き見てほしいんですけど、ゾラの方、シュートスピード速い方のゾラはキーパーセービングまで行ってるんですよね。ただロナウジーニョの方はすごく山なりになってるからなのかわかんないんですけど、これセービング行ってないんですよ。ほら追いかけてるだけなってるんで、こうなっちゃうともうプレイヤー側はほぼノーチャンという感じになっちゃうっていうね感じになっちゃうんで、まあそういうもしかしたら高すぎて山なりになりすぎてそういう効果すらあんのかなみたいなね。ここはまあたまたまかもしれませんし、トレーニングモードだからって可能性ありますけど、そういった一面もあんのかもっていうところを言っておきます。そして3つ目、ボールの回転ですね。これ見ていきたいんですけど、ロナウジーニョ、デルピエロ、ゾラという風に並んでおきますけども、この気持ちね、これわかるかな。ロナウジーニョの方が横回転強めなの分かりますかね。まあ、少なくともですねデルピエロとゾラのボールの回転まず見てほしいんですけど、ほぼほぼ同じ動きなの分かりますかね。この辺ほぼシンクロしてる感じになってるんですけど、まあ、これだけロナウジーニョだけだいぶ違うということがまずわかるかなと思います。なのでちょっとここのねデルピエロのこのボールとこのロナウジーニョのボールだけちょっとね引っ張って並べておきました。ちょっと編集頑張ったんで見てください。はい、こちらです。こっちがロナウジーニョ、こっちがデルピエロのボールですね。見ていくとはいこんな感じ。はいこれすごくわかりやすくないですかこれこれだけ見てもですね、このロナウジーニョの方が横回転、ほぼ横回転なのに対してデルピエロはちょっと斜めこういう方向に回転してるの分かるかなと思います。はい。まあ、ただちょっとこれだけ見てもねなかなか分かりづらいんでちょっと印もつけておきました。ボールの柄が入ってるところですね。ここにちょっと印つけておきました。ここで一コマずつ進めていくとはいこんな感じなんですよ。まあちょっと手作業なんでねあれなんですけど、ロナウジーニョに関してはちょっとこう横に近い形で斜めに下がっていってる。それに対してデルピエロはもうちょっと下にこうかかってるの分かりますよね。はい、すごく分かりやすいですよねこれね自分で言うなって感じですけど、まあ、なのでこれだけ見てもですね明らかに違いが分かるんじゃないかなと思います。でこれあとさらに言うとなんですけど、まあこれはね本当に微妙なラインではありますが、点と点の幅ですね。ここがロナウジーニョの方が微妙に広いのは分かりますかね。まあ分かりにくいかもしれないな。なのでまあ何が言いたいかというと、回転するスピードはロナウジーニョの方が回転してるっていうことを言いたいです。回転数に関してはロナウジーニョの方が速くなっているということが言えるんじゃないかなと思います。まあその上でこうやって見てみるとですね、なんかロナウジーニョの方がぐるぐるって横回転かかってるのがなんとなく分かるかな。そんな感じがしています。はい、ということで違いが見えてきたんで今日は結論です。ロナウジーニョの固有ブリッツはシュートスピードが遅くなって山なりになるとします。ということで見ての通りですね、大きく違いはかなり出てきたかなと思います。モーションとシュートスピード、あとは軌道ですかね。ここが大きく違うし影響してくるところかなと思いました。こんだけ固有ならコナミさんこれ言った方がいいよね。絶対言った方がいい。なんで言わないんですか。言ってるんですか。むしろ僕が知らないだけで言ってるんですかこういうだってそれこそ前ですね、久保くんのモーション変わったよって大々的に言ってたけど結局軌道変わんねえじゃんみたいな感じにはなってましたけど、そっちは言ってるのになんでこっち言わねえんだっていうね、これはねマジ言った方がいいなっていう個人的には思ってますね。まあだしみんなこれだけで弾きたくなると思うんだけどどうなんだろう。はい、なのでぜひね皆さんも、これ弾きたくなるようなマジロマン強いよね。であと一つ注意してほしいのはこれはね今回のデータに関しては60本一応やりましたけど、これはねトレーニングモードでやってるんで試合でやったらこれだけ決まりますかって言ったら決まりませんこんなに決まりません。まあというのもディフェンスがいるのでまずプレッシャーがまず違いますよというところと、あとはディフェンダーがいる分ですねゴールキーパーの立ち位置ももう一歩ぐらい後ろになるんで、そうなってくるとここまで簡単には決まらないですよと。
今回ね一応 60% とかね決まってた、最終的に 60% 決まってた感じのデータになりましたけど、そんなには多分決まらないですよというところですねのはちょっと意識しておいてください。はい、というところでいかがだったでしょうか。あとはロナウジーニョのシュートスピードが遅くなるっていうのがね一つ大きなポイントなのかなと思いました。その分山なりになってる、カーブ値関係なくね山なりになってるのかな、そんな感じがしましたというところです。これがだからいい意味で山なりになるっていう部分もあると思うし、逆にシュートスピードが遅い分キーパーがねキャッチしやすいとか、そういう方向にもなっていくんじゃないかなとはちょっとね思いましたので、この辺は一長一短というかね、どっちの方がいいとかはないですけど、少なくとも普通のブリッツよりは入りやすい場所とか入りやすい位置みたいのはロナウジーニョの場合はちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますので、この辺はねぜひ皆さんで使いながらね、この辺入りやすいかなっていうのを意識していただけるといいかなとは思います。この結果だけ見ていくとですね、ロナウジーニョはシュートスピードが遅い分ですね、近い距離のブリッツでもちゃんと山なりになるよとか、その辺が特徴になってくるんじゃないかなとは思ってます。逆に言えば遠い距離のブリッツに関してはちょっと入りにくいのかなとかね、ちょっと考えてたりは思ったりはしてます。感覚としてはね思ってたりはしますけども、皆さんどうですかね。ちょっと実際ね試してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。まだねロナウジーニョ引けますからぜひね、気になる人は検討してみてください。はい、ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。この動画が良かったら参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。